今回の動画では Zoom マルチストンプを右で操作する際のメッセージを作るアプリを作ったので、そちらを紹介していきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。これまでにも何回か紹介してきた Zoom のマルチストンプを MIDI フットコントローラーで制御するやり方ですが、SysEX のメッセージを作るのが非常にめんどくさかったんですよね。なので作っちゃいました。その名も Zoom MS50G プラス MIDI SysEX ジェネレーターです。特徴はマルチストンプでパッチの中のエフェクトブロックを個別にオンオフする設定、ストンプボックスモード、ストンプモードとも言ってますけど、それを画面上でポチポチ選んで生成ってやると SysEX のメッセージが生成される、そういうものです。これをあとはコピーしてフットコントローラーの管理ソフトなどで設定してあげればいいんですね。この後実際に M-Wave のチョコレートプラスと組み合わせてデモをやってみます。まず考え方ですが、ストンプボックスモードと言っているのはエフェクトチェーンの6つのエフェクトブロックに対してフットスイッチでオンオフを操作できるようにするものです。特に1つのスイッチでいくつも同時にオンオフしたりすることもできます。次に画面を説明します。フットコントローラーによっては1つのフットスイッチに2つの MIDI メッセージが割り当てられたりします。なのでこの画面は2つの設定値を作られるような、そんな構成にしています。例えば踏むたびにエフェクトのセットをまとめてオンオフしたいときには A のバンクにオンの設定、 B のバンクにオフの設定を作ります。オンオフいじらないときはハイフンを選んでおきます。例えば1456のブロックはそのままに23だけをオンオフしたいときには1456をハイフン、2番目3番目のブロックをオンとオフにします。また踏んだ時に画面を移動するかどうかも設定できるので、例えば6番目のオンオフと合わせて6番目のブロックに画面を移動させてオンオフ状態が見てわかるように、そういうこともできます。で、Generate SysEX を押すと MIDI メッセージが生成されます。バイト数のチェックもできます。これはチョコレートプラスが SysEX の仕様が200バイトまでなので、その確認用です。で、今回の使い方だとだいたい150バイト以内なので、全然その範囲から溢れることはありません。で、この生成された MIDI メッセージをクリックすると全選択された状態になるので、そのままコピーしてキューブスイートなどの管理アプリにコピーしてあげればいいわけです。なお、この下の部分のフィールドは一時的にテキストを貼っておくのに使えます。メモ欄として自由に使えます。と、まあそんな感じなので実際に設定してみましょう。今回作る設定はこんな感じにします。エフェクトチェーンはこのように6つのブロックを使います。スイッチ A はバンク A にクリーンの設定、バンク B に全てをオフにする設定にしています。スイッチ B はアンプのオフ、コーラスのオフ、フランジャーのオン、リバーブのオフをしています。スイッチ C はフランジャーのオフとディレイのオン、リバーブのオンを同時に設定します。スイッチ D は踏むたびにブロック4のハーモナイズドピッチシフターがオンオフされる。それ以外のところは触らないのでハイフンにしています。こんなエフェクトの並びとオンオフの一覧にしてみました。これをこの後ジェネレーターを使って設定していきます。はい、それでは実際にジェネレーターの方に入れていきたいと思います。まずフットスイッチ A ですね。フットスイッチ A はバンク2つあります。で、バンク2つなので押すたびに2つのバンクを送る、交互に送るっていうスイッチビトウィン2バンクスの方にしておきます。そしてバンク A はブロック1からオンオンオフオフオフオンなので、ここを、オンオンオフオフオフオンで、バンク B が全部オフなのでオフ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 にしておきます。で、アンプ使うのってスイッチ A の時だけなのでアンプを選ぶようにしておきます。で、これでジェネレートってやるとここにパーンと出てくるので、これをコピーしてここに入れてあげます。カスタム MIDI コードとしてバンクへの値を入れます。で、B バンクのところにもカスタム MIDI コードとして入れてあげます。これだけです。
ちょっとこのね、コピってくるところだけは自分でやらないといけないですけど、それ以外はもう細かい設定は全部ツールの方で作っちゃいます。はい、じゃあ早速、スイッチ B の方も行きましょう。スイッチ B はオフオフオンオフオフオフなので、オフオフオンオフオフオフの形でジェネレートってします。あれだな。スイッチ3じゃない。スイッチ B はブロック3を設定するスイッチなので、ブロック3に移動するようにしておきます。で、ジェネレート。これをスイッチ B のカスタム MIDI コードとして入力します。これだけ。次、スイッチ C いきましょう。これはオフ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 オンオンなので、オフ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 オンオンとして、ディレイをオンにするんだよっていう感じでブロック5に移動するような設定にしてきます。で、ジェネレート。はい。これでフットスイッチ C としてシングルステップ、シングルバンクインフォメーション。よいしょ。これにカスタム MIDI コードを入れてあげますと。で、最後スイッチ D のところは、全部ハイフン、全部じゃないや、ブロック4以外がハイフンになって、ブロック4はオンとですね。なのでブロック4のところを選んでおきますと。で、これでジェネレート。あとはこれをコピって、2つトゥーバンクスにしておいて、カスタム MIDI コードとして入れる。カスタム MIDI コードとして入れる。はい、これで設定は完了です。じゃあ動きを見ていってみましょう。はい、では動作を確認していきましょう。A を押すと、これアンプが今選ばれた状態でオンオフになってますが、このオンの時にはアンプ、コーラス、あとリバーブがオンになってます。で、もう一回消すと今度全部オフになってるって感じですね。はい。で、スイッチ B はフランジャーがオンになるだけ。別にオフの設定を作ってないんで、フランジャーがオンになっておしまいです。で、この時にアンプとか他のところはオンになってません。で、スイッチ C ですね。スイッチ C はポチッとやるとディレイが入ってますね。あとリバーブも入ってます。リバーブ、ディレイが入っている。で、さっきのフランジャーは消えている。これもスイッチ C は押しっぱなし、これだけオフになったりはしない設定になっています。で、スイッチ D はハーモナイズピッチシフターがオンオフされます。で、この時ディレイとかリバーブは特に変わらないようになっています。はい、なのでこれで狙った設定ができていることが確認できました。この後これでちょっと演奏してみます。
はい、こんな感じで狙った通りに動きました。ぜひこのジェネレーターを使ってみてほしいと思ってます。ウェブから使えるのでブックマークしてもらえればいつでも使えます。また広告もありません。なので、もし気に入ってもらえたりしましたら、ここの一番下のところにあるバイミーアコーヒーということで、応援していただけると助かります。励みになります。はい、それでは今日の動画はここまでです。今回の動画が面白いと思っていただけたなら、いいねとチャンネル登録をお願いします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。